ソチオリンピックの時はまだ4年も若くて、割と一つの試合としてオリンピックが特別だというような気持ちもあんまり持たずに一生懸命頑張って勝ってきたなというふうに思っています。フィギュアスケートの選手、なんだろう、フィギュアスケートの現役の選手っていうのはあまり選手生命が長い方ではなくて、だから自分も右足首の怪我をしていたり、スケートができるのかどうかわからないような状態の中でのオリンピックだったので、すごく大切にしようというふうに思っていたし、もちろん自分の夢が、小さい頃からの夢がオリンピックでの2連覇だったので、そういった意味でもすごく特別な感じはしました。毎日2時間ぐらいのトレーニングをして、でトレーニングが終わってケアをしてもらって、でその後に毎日ではないけれども少しその練習に不満があったりとか疑問があったりとかした時は、自分でビデオを何回も見返して研究したりとか、また陸上でのトレーニングをしたりとかしています。本当はもっとレベルの高いことができたと思うんですけれども、怪我の影響もあってなかなか練習ができない日々が続いたために、自分の一番難しい内容で演技をすることはできなかったです。ただ今の自分の状態での最高の演技ができたと思っていますし、またその最高の演技ができた理由はやっぱり今の自分を大切にできたからだと思っています。僕がフィギュアスケートを始めたのは4歳からなんですけれども、僕自身は特に最初からフィギュアスケートに興味があったわけではなくて、自分の4歳年上の姉がスケートを始めたので、それを追いかけて一緒にやりたいと思って始めました。すごく負けるのが嫌いで今でも、1位以外は全部負けだと思っているので、絶対に勝ちたいという気持ちがこうやってチャンピオンにしてくれたのかなって思っています。僕のキャリアの中で、怪我とか病気とかによってスポーツが続けられない時期がすごく長かったので、すごく多かったので、だからそのできなかった時期だとか、そういう時に、例えばなんていうかな、例えば3ヶ月間練習できなかった時に、じゃあ3ヶ月間練習できなかったから全てがなくなるわけじゃなくて、今まで練習してきたことは別になくなってないんだよって言われたことは、すごく自分の中で支えになったなというふうに思っています。フィギュアスケートはもちろんアイスダンス、ペアなどの2人1組でやる競技もありますが、僕の場合は1人でやる競技なので、割と1人の力が大事と思われがちなんですけれども、コーチ、家族を含めてたくさんの方々が支えてくれなきゃいけないスポーツの一つだと思っているので、そういった支えを大事にできるようにっていうことを伝えていきたいなと思います。特に特別なことはしていないです。ただ、一番最初のオリンピックは、オリンピックってどんな試合だろうって思ってすごくワクワクして、ただがむしゃらに練習をしてきましたけれども、2回目のオリンピックはどちらかというと冷静に、オリンピックはこれだけ緊張する、オリンピックは本当に特別な舞台だということをかみしめながら練習はしてきました。夢と希望と、そうですね、平和かな本当にスポーツをやってる、スポーツができるっていうことは平和の証だと思うし、それを追いかけるためには夢が必要だし、そこまで行き着くためには希望とかそういうものが
常に一緒になくてはできないので、そういった意味でもオリンピックってやっぱりすごいなって思うし、自分自身オリンピックで金メダル取れてよかったなと思える場所でもあります。